こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。前回の動画で作ったホイップワンちゃんをこちらのお客様に載せていきます。楽しみ。今回は前編と後編に分けまして、前編はプレパレーション終了までで、後編をまた明日、明後日あたりにアップしようと思っているので、そちらでホイップワンちゃんを載せていきます。そして少しゆっくり見たいというお声が結構あったので、今回のこのオフとプレパレーション動画は普通のそのままの早くしていない速さと、早くしてるところも2倍速で、いつもよりもちょっとゆっくりめにしております。あと1点ちょっとね、申し訳ないことに音を聞きたいというお声を結構コメントでいただいたんですけど、こちら本当にYouTube 用に撮っている真似てというか疑似のサロンワーク動画ではなく、リアルなお客様に施術しているサロンワーク動画なんですよ。なのでこのオフしてる時もプレパレーションしてる時も施術してる時もお客様とね、普通の会話をしてしまっているので音声入っちゃうんですね。なのでちょっとね、音を出すことはサロンワーク動画だとちょっと難しくって、もし今後このね YouTube 用にそのサロンワーク動画を真似たサロンワーク動画を撮る場合があれば、ちょっとねその時は音声を出したいと思いますが、このリアルなサロンワーク動画に関してはこれ普通の接客中の動画なのでちょっと音声出せないので、その点はご要望にお答えできなくて申し訳ないのですが、音ないんですけど見ていただけたら嬉しいです。まずはね、いつも通り先端を短くしてから表面を削っていきます。こちらの中指のパーツはですね、レジンで作っているのでかなりね柔らかいんですよ。なのでマシンでサクサクっと軽い力で削っていきます。アクリルで作った 3D だと結構ね硬くて削るの時間かかっちゃうんですけれども、こちらはレジンなのでとってもね早いですね。ところどころベースジェルが見えるぐらいまで削るとオフが早いです。なので少しカラージェルなくなってベースが見えるぐらいまでは削っていくんですけど、1回で表面を全て削ってしまうと高加熱が伝わって熱くなってしまうので、まず5本とも1周したらまた最初の指に戻ってまた1周してという感じで何回か繰り返しながら薄くしていきます。しっかりとダストを払ってからオフ溶液でジェルを溶かしていきます。しっかりと指についたダストを払っておかないとジェルリムーバーで指周りのダストも一緒に溶けてしまうので、そうするとね、指に薄い餃子の羽の部分みたいな感じで薄い膜が張っちゃって結構ねそれが取りづらいので、溶かす前は必ずダストブラシでしっかりとダストを払っていきます。ジェルリムーバーで5本とも巻き終わったら、もう片手も同じようにマシーンで削ってジェルリムーバーに浸したら元の手に戻ってきます。そうするとね、だいたいいつも5分から 3D すごい乗ってても10分ぐらいなので、いい感じにジェルがちょっと溶けてきてます。溶けている部分をメタルプッシャーやウッドスティックを使って落としていきます。で、あんまり無理に取ってしまうと地詰めを一緒に持っていってしまうので、ちょっとねまだ溶け足りないなっていう部分はもう一度ジェルリムーバーで巻いて溶かしていきます。溶けかけの場合は大丈夫なんですけれども、あんまりにも溶けていない場合は表面のノンワイプトップジェルや、私スカルプ&トップというビルダー系のジェルを使うのが好きなので、ビルダー系のジェルってセミハードなことが多いのでちょっと溶けづらいんですね。なのでそういうのが残ってると表面結構ね待たないと溶けないんですよ。なのでちょっとこれはあんまりにも溶けていないなっていう時はもう一度表面を削ってしっかりとベースジェルがところどころ見えるぐらいの薄さにしてからもう一度溶かしていきます。ただセミハードも溶けないわけではないので、かなりねジェルリムーバーで柔らかくなっているので、普段の
リムーバーで巻く前の硬さよりは柔らかくなっているので、優しい力でファイルで削っていきます。そしたらまたここのタイミングでもう片手の方も同じ作業を行っていきます。そしてまた元の手に戻ってきます。そうするとね、ちょうどいい感じに時間が経っているので、さっき残っていた部分もこうやってカリカリってしてもらうといい感じに溶けて取れてくれます。なるべく地爪に負担がないようにオフをしていきます。爪の先端はファイルを使って整えていきます。オフが終わったら甘皮のケアをしていきます。まずは甘皮を押し上げていきます。この時使用しているビットはグリーンポイントです。オフの時はミディアムの粗さのビットを使っています。グリーンポイントで押し上げていく時は必ずサイドから入ってコーナー、甘皮周り、反対側のコーナー、サイドというようにつなげて上げていきます。そしていきなり甘皮だけ上がるとうまく押し上がらないので、まずはサイドのところからしっかりと爪のお肉がつながってるところというのかな、角のところをねしっかりと上げていきます。そこからつながるようにコーナーを上げて甘皮周りを上げてという風に、甘皮周りを上げた時に下にできる空間をねポケットって結構ネイリストは呼ぶんですけれども、そこのポケットの溝、深さを同じ幅で作っていくと塗る時にとっても綺麗に甘皮周りが塗りやすいです。あとはポケットの深さが均一ではないとニッパーで整える時にも整えづらくなってしまってささくれができやすくなったりなどの原因になってしまうので、ポケットはねなるべく同じ深さで均一に作れるようにしていきます。右手中指のペンダコができる部分はね結構甘皮硬くなっている方がとっても多いです。なので
初めてのお客様の場合などは必ずね、確認するんですけど、ここを押し上げても痛くないですかとお声掛けをして、痛くないお客様の方が結構多いんですけど、痛くないお客様の場合はかなりしっかりと押し上げていきます。で、ちょっとね、やっぱ痛いっていうお客様もいらっしゃるので、そういう方の場合には塗る時に邪魔にならない程度に甘皮を押し上げていきます。それではスポンジファイルで爪の表面をサンディングしていきます。この時爪が薄くならないようにかなり優しい力でツヤがなくなる程度にかけていきます。そしたら甘皮周りを整えていきます。キューティクルニッパーを使って余分な甘皮や指周りにできている角質の部分を取り除いていきます。それでは今回の動画はここまでとなります。次回の動画でホイップワンちゃんを乗せていくので、ぜひ楽しみにお待ちください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは次回の動画もまた見てね。